こんにちは。ゼロから行政書士第31回です。前回は自治事務と法定受託事務を学びました。地方自治法はこれで一区切りとなりました。今回からはいよいよ民法に入ります。最初のテーマは制限行為能力者です。未成年者などを法律がどう守るのかを学びます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、3つの能力の区別です。権利能力、意思能力、行為能力を分けて理解します。二つ目は、制限行為能力者の4つの類型です。未成年者と3つの合憲類型の違いを見ます。三つ目は、取引の相手方を守る仕組みです。催告権と査術による主張子の排除を学びます。それでは早速始めましょう。はじめに3つの能力を区別します。言葉が似ているので丁寧に押さえましょう。1つ目は権利能力です。権利や義務の主体になれる資格を言います。人は生まれた時から当然にこれを持ちます。2つ目は意思能力です。自分の行為の結果を判断できる力のことです。意思能力のない人がした行為は無効になります。3つ目が行為能力です。単独で有効に契約できる資格をこう呼びます。次に制限行為能力者の制度を見ます。包囲能力が制限されている人たちのことです。判断力が十分でない人を保護するための制度です。意思能力の有無を一つ一つ争うのは大変です。そこであらかじめ類型を決めて外置的に守ります。これらの人が同意なくした行為は取り消せます。取り消せばその行為は初めから無効になります。類型は4つあり、順番に見ていきましょう。1つ目の類型は未成年者です。成年となる年齢は18歳とされています。ですから、18歳未満の人が未成年者です。未成年者には親などの法定代理人がつきます。契約をするには原則としてその同意が必要です。同意を得ないでした契約は取り消すことができます。本人からでも法定代理人からでも取り消せます。こうして未成年者の財産を守っています。ただし、同意がいらない行為もあります。一つ目は単に利益を得るだけの行為です。負担のない贈与を受けることがその例です。義務をめずれるだけの行為も同意はいりません。二つ目は渡されたお金の範囲内の処分です。使い道を決めて渡されたお小遣いなどが典型です。三つ目は許された営業に関する行為です。これらは未成年者が単独で有効にできます。二つ目の類型は成年非後未死とです。物事を判断する能力を欠く状態が続く人です。家庭裁判所の審判によってこの立場になります。本人には成年後権利がつけられます。成年後権利とは本人を代理する権限を持ちます。成年非後ミートがした行為は原則取り消せます。たとえ後権利とが同意していても取り消せます。ただし、日用品の購入などは取り消せません。三つ目の類型は、非補佐人です。物事を判断する能力が著しく不十分な人です。成年非後ミートよりは判断力が残っています。本人には補佐人がつけられます。日常の行為は自分だけで有効にできます。しかし、重要な財産上の行為には同意が必要です。借金や保証、不動産の売買などがこれにあたります。同意のないこれらの行為は取り消すことができます。四つ目の類型は非補助人です。物事を判断する能力が不十分な人です。三つの公権類型の中では最も判断力があります。本人には補助人がつけられます。
補助を始めるには本人の同意が必要です。本人の自己決定を尊重するための仕組みです。同意が必要な行為は審判で特定の範囲だけ定めます。その行為を同意なくすれば取り消すことができます。ここで3つの合憲類型を表で比べます。判断能力の程度が区別の鍵になります。青年肥後ミーゾは能力を欠く状態の人でした。した行為は原則としてすべて取り消せます。非補佐人は能力が著しく不十分な人でした。重要な行為だけ補佐人の同意が必要です。非補助人は能力が不十分な人でした。審判で決めた特定の行為だけ同意が必要です。能力が低いほど保護が厚くなると覚えましょう。主張詞についてもう少し整理します。取り消せるのは制限行為能力者の側です。本人は単独でも取り消すことができます。主張詞には保護者の同意はいりません。取り消すと、その行為は初めから無効になります。受け取ったものは返す必要があります。ただし、返すのは手元に残っている利益だけです。使ってしまって残っていなければ、その分は返しません。次に、取引の相手方の保護を見ます。取り消せる状態は、相手方にとって不安定です。いつ取り消されるかわからないからです。そこで、相手方には催告権が認められます。1ヶ月以上の期間を定めて催告できます。追認するかどうか答えるよう求めるものです。保護者などに催告し、返事がなければどうなるでしょう。この場合は原則として追認したものとみなされます。相手方を不安定な立場から救う仕組みです。最後に、詐術による主張詞の排除です。制限行為能力者が嘘をつく場合があります。自分は行為能力者だと偽るような場合です。このように相手を騙すことを詐術と言います。詐術を用いたときはもう取り消せません。自分を騙した人まで守る必要はないからです。ただ黙っていただけでは原則詐術になりません。積極的に騙す言動があったかが分かれ目です。ここで今日のクイズです。制限行為能力者についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は合憲主張が同意すれば取り消せないという内容です。B は贈与を受けるにも同意がいるという内容です。C は詐術を用いれば取り消せないという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。青年ゴミントには同意権がありませんでしたね。単に利益を得る贈与は同意なしで受けられましたね。今日のまとめです。権利能力、意思能力、行為能力を区別しました。制限行為能力者には4つの類型がありました。未成年者と3つの合憲類型でしたね。判断能力が低いほど保護は厚くなりました。同意なくした行為は後から取り消せます。一方で相手方には催告権が認められました。詐術を用いた場合は取り消せなくなりましたね。ここまで制限行為能力者を学びました。民法の最初の一歩を踏み出せましたね。次回も民法の創作を続けます。テーマは意思表示です。心理留保や虚偽表示、錯誤などを学びます。嘘や勘違いのある契約がどうなるかを見ます。今日の4つの類型はしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。